はい、皆様こんにちは。今日は先日コノハの事業所での面談があったので、その様子をお話ししたいと思います。早いね。半年に1回面談があるんですけど、この間面談したばっかりだと思ったらあっという間に半年が経って、今年度2回目の面談行ってきました。うんって会話しようよ。内容としては、コノちゃんのね、個別支援の計画の内容としては大きな変化はないんですけど、やっぱりコノちゃんの体調のことが一番重要になってくるので、心身の状態を把握して状態に合わせて生活とかね、活動していくっていうのは変わらず中心に見てもらってます。で、調子が良い時にできる活動をサポートしてもらうっていうのは変わりなく方針としては行ってもらってます。コンちゃん話せないのでコミュニケーションとかにもついてもカードを使ってもらったりとか、コノハの気持ちを代弁してもらう、そういうことも引き続きしていただいてます。あと感情面ですね。どうしても眠気がやってきたりとか体の不調があるとイライラっとしてしまうので、そこの部分のコントロールについても引き続きサポートをしてもらってる。早く気持ちをね、切り替える手助けを続けてしていただいてます。その感情面でのイライラなんですけど、やっぱりだいぶ変化があったみたいで、年明けぐらいから腸活を始めまして、お腹の調子、もともとすごい便秘がちなんですよね。風邪とかひいて抗生剤を飲んだりとかもずっと小さい頃からもしてきたので、やっぱ腸内環境はね、あんまり良くなくて、ずっと便秘がちだったんですよね。それもあって、なんかお腹がね、すっきりしなかったりとか、痛かったりとかね、しちゃうと、やっぱりそこでもイライラがすごい爆発しちゃうっていうこともあったので、きちんとね、食事、きちんと言っても、アバウトなところもあるんで、もうきっちり私もできないので、ゆるく長くできるように、私のペースであったり、このペース、様子を見ながらちょっとずつ進めてるんですけれども、事業所の方でも水分取る量、基本的にも少ないので、そこをもうちょこちょこ回数をね、重ねて、なるべく飲むようにしていただいたりとかして、今はなるべく毎日すっきりお通じが出るような状態になってます。すると、やっぱりメンタル的なものというか、そういうイライラとかも結構減ったんだよね。家に入ってもらってるヘルパーさんもおっしゃってくださったんですけど、なんかコノハちゃん変わったねっていうか、前のすごい、もう眠気とかが襲うとわーってイライラしてたのが、そこまでならなくて落ち着いたねって言われたし、あと今回の面談でも職員さんに本当マックスのね、イライラの時のことを思うと、だいぶもう切り替えも早くなったし、イライラもね、小さくなったというか度合いもなりましたねって言っていただけて、まだ安心じゃないけどすごいほっとしたっていうか、すごい落ち着いてきてるっていうね、話だったね。腸活って何してんの？完璧ではないけれども、4毒抜き。完璧ではないです。控えるって感じだね。抜きまではいかないけど。砂糖と小麦と牛乳、乳製品と、あと油をちょっと気にしてます。プラス、あと食べる順番、血糖値。なんか朝寝起きのイライラが強いので、もしかしたら低血糖になりやすいのかな。すぐお腹が空いてね、なりやすいのかなっていうのも考えて、朝、もうおにぎり大好きだったんで、ご飯から食べさせてたんですけど、もうそれもやめて、ちょっと食べる順番、お味噌汁とか野菜。今ちょっとまだ生野菜は避けてるんですけど、なるべくその味噌汁を具沢山にして、柔らかい消化のしやすいお野菜とかが食べるようにしてます。あと、
タンパク質と鉄だね。まずはタンパク質と鉄、卵を増やしたりとか、ささみとか、油揚げとか厚揚げとか、そういうものでタンパク質、今まで以上に増やして、あとしらすとか、あとぬめぬめ系。お通じが出やすいようにぬめぬめ系とかを足したりとか、少しずつですけど、便が出やすいように食事を変えていっております。で、プラス水分ですね。水分もこまめに飲むように。飲みたいって言わなくても飲もうかって言って、ストロー付きのであげると、少しでも飲むので、ストローをつけてちょっとずつ飲ませてます。でそういうことをして、便が安定して、必ず毎日出るってわけじゃないんですけど、お通じがなるべくあるようにしたことによって、前みたいな大爆発は本当なくなりました。本当嬉しいね。本当本人。そのせいなのかよくわかんないけど、そうなのかね。もうそれは、理由としては明らかだよね。それだけじゃないですけど、理由の一つ、でも明らかに変わったからね。すっきりするとご機嫌になってるからそうなんだろうね。だってもう私が感じるだけじゃなくて、ヘルパーさんだったりとか、事業所の職員さんたちも同じように言ってくれるから、ガラッと変わったわけでは、なくなった、ゼロになったってわけではないですけど、もう半分ぐらいもぐぐっと減ったね。マックスのイライラが10だったとしたら今は5ぐらいがマックスみたいな感じね。5ぐらいにはなってる感じ。感情も使わなくなったしね。もうそれも使ってないね。なかったね。それでね、ちょっとトイレ行くのも一時嫌がるようになっちゃって。あれもうどうしても出さなきゃと思って、最後の綱として、病院でも肝腸を出していただいて、本当に出ない時はそれを使ってたんですけど、やっぱり嫌ですよね。痛かったりとか、うまくいかないとあったんだと思うんですけど、一時それで、もうトイレも嫌みたいになっちゃったことがあって、そういうのもあって、でも腸活始めて出るようになったらもう3ヶ月か。3ヶ月も経ってないか。弱だね。もう使ってない。肝腸も使ってないので、今はトイレ行ってくれるね。行ってくれるっていうか、強い抵抗はなくなりました。よかったって思って。いや、まだまだね、感情の面についてはいろんなことがありすぎて、一個一個だからね。これ一つやったらもう解決っていうものじゃないから、長くいろいろなことを試行錯誤しながら付き合っていかなきゃなとは思ってるんですけど、まずその中でも本当に今回のお腹の調子っていうのは大きく作用したので、これも引き続き続けていきたいなっていうのは、腸活続けていきたいなっていうのは思ってます。で、それに伴って理解力だよね。やっぱりそういう状態とかも安定すると言葉も入ってくるんだろうね。今回、面談に行った時に、施設長さんが、すごい嬉しそうに、今、コノハさん、もうすぐ面談が始まるよって言ったら、それを聞いて、コノハが自分でスタスタその面談の部屋に行って、座って、スタンバイしてますって、教えてくださって、嬉しそうに教えてくださって、もう通じたみたいな、やりとりできましたって、もうすごいもう喜んでくださってて、私も嬉しくなって早く見に行こうとしたんですけど、来たって分かったんでしょうね。部屋から出て出迎えにコノちゃん来てくれたんですけど、でコノちゃんに待っててくれたんだね、ありがとうって言いながら部屋に着くとコノが座った形跡がありました。ちゃんと一つだけ椅子が引かれてて、ここにコノちゃん座ってたんだねって言って、すごいねって言って、そんな感じで入ってくる、理解する言葉もすごいすんなり入るっていうか、ね、調子がいいと。お願いするとやってくれるもんね。そう。すごい嬉しいなと思って。同じように我が子のように喜んでくださる職員さんにも本当ありがたくって、そういう話聞くとすっごく嬉しいよね。ね。ちゃんと成長してるっていうか、そういう言葉の理解も、精神面が安定
してると言葉が入るっていうのもそうだし、あと、いつも話せない分、言葉を代弁してくださってるから、そういうのも大きいんだろうなって思ってます。まあ、周りから見たら、もう本当にもうこんなビビたるものだとは思うんですけど、まあ、私たちから見たらもうすごいとてつもない成長。ね。そうだね。この成人してからっていうのは、また今までとはなんか違うスピードでビュッて伸びててね、いい面とちょっと大変になっちゃったなっていう面はあるんですけど、すごい成長を感じるね。そう、その成長に伴って、ちょっとこれからいろいろ取り組んでいかなきゃいけないなっていう課題も出てきて、それは、事業所での食堂に入れなくなってしまう。はい。もう入れないって言ってたね。入って食事だけじゃなくて、入れなくなってるみたいで、利用者さんの人数も多分増えたっていうこともあると思うんですけど、みんなが集まってざわざわしてる。そこで食事をとるっていうのが、ちょっと拒否反応が出てしまってるみたいで、今は、2階の静かな部屋とかでね、食べてるって言ってたね。その方が落ち着いて食べれるし、あとやっぱり、咳とかにも敏感になってるからね。だいぶ良くなってるけどね。まあ、だいぶ良くなってるけど、多分そんだけ人が集まると、ね、誰かしらやっぱり咳とかくしゃみはたまにあるだろうから、それが、多分普通の活動の時ならいいんだけれど、食事となると、うってなった時にどうしても、まあこれ職員さんが避けてくださるんですけど、多分バンってなる可能性がすごくある。音も嫌いだし、そういう状況もおそらく自分自身的にダメだって思ってるから作りたくない。そういうのもあるんじゃないかなって感じる。あと、採血の話もしてたね。事業所で、年に1回検診があるんですけど、食堂が広いので、そこでいろいろ検診をしてたみたいなんですけど、なかなか入れなかったみたいなね。食堂自体にやっぱり入れなくて、ちょっと場所を変えてもらって、受けさせてもらったみたいです。採血に関しても、でも、事業所ではすごく気持ちを盛り上げて、時間はかかったけれど、血管が細いのでね、なかなか取れなくて、時間はかかったんですけど、なんとか頑張ったねって言って盛り上げてくださって、無事に終えて、この葉もそこまでね、採血しなきゃいけないから事業所自体に行くの嫌だっていう、そういうのはね、ならなかったので、よかったんですけど、最近記憶力もね、いいことなんですけど、すごく良くなってて、いろんなことを慎重にやらないと、ここは嫌っていうのも出てきたんで、病院でのね、採血がね、ちょっと去年、採血する機会があって、病院でしたんですけど、そこでもね、すごい盛り上げて丁寧にやってくださったんですけど、そっからなんか、病院の拒否反応が出るようになってきたんだよね、徐々にね。今まで散々、あんなに入院してきて、何百回って採血していて、結構病院平気だったんですけど、ここへ来て記憶力なのかって成長したことに伴って嫌な感覚を強く覚えてんだよね。そういうのもね、なんかうまい具合に乗り越えていかなきゃいけないなって今後の課題だなっていうのはすごく感じてます。今もね、カードとか使ってね、行くよとか言って、やってるんですけど、最終的に病院行けるんですけど、斜めてだね。そうだね。やるよっていうのを言って、行きたくないってなるんですけど、頑張ろうねって今日は、問診だけの日はもう問診だけだからねって言って、ずーっと言い聞かせて、嫌なのわかるよって言って、で、しばらくすると、行くかっていう感じで、なんとかね、受診はしている感じなんですけれど、それも一個ずつ考えながら乗り越えていかなきゃなっていうのは今思っております。だから年に1回事業所でもあるので、
事業所自体が、次回の採決の時にね、嫌だーってならないといいなって思ってます。それも、職員さんもいろいろなんかね、考えてくださってるので、もうなるべく何度も刺さないで済むように、ね、血管が浮き出るように温めてみたりとかね、刺す場所と工夫してみたりとか、なんか考えてくださってるみたいなので、うまく今年というか次年度か来年度乗り切ってくれるといいなと思っております。あと扉の、お手伝いの話をしてたね。じゃあ結構お手伝いが大好きみたいで、これもちょっと親としては嬉しい話なんですけど、お手伝いが好きみたいで、こう荷物台車とかをしてくれたりとか、ね、物を運んでくれたりとか、あと扉をね、開いてると、ちゃんと最後まで少しでも開いてると気になるみたいで、こう、いろいろ閉めるらしいです。うちでもそうなんですけど、自分の部屋を出るときには、電気も消して扉を閉めてっていうのをしたりとか、あとね、帰りがけにね、職員さんが言ってたんだけど、肩をトントンとして呼んでくれるみたいで、ねえねえみたいな感じで、もう職員さんもびっくりしたみたいで、そんな風になんかやりとりもね、徐々にできるようになってきたみたいです。この葉がしたいことであったりとか、人の役に立ってるっていうのはもう親としてはすっごい嬉しいなと思って、ね、良い面もあれば、ちょっと頑張っていかなきゃいけない面もありますが、みんな職員さんたちにもサポートしていただきながら、また次年度も事業所で楽しく過ごしてもらえたらなと思っております。で、あと、ちょっとこれは面談のことじゃないんですけど、最近のこのちゃんの様子について。3月は実はいろんなことが重なって、腸活を始めて笑顔が増えてきたんですけど、またちょっと3月は笑顔が減ってしまってちょっといろんなことが重なっちゃって。実は、一時PMS の疑いがあって、ピルを飲んでたんですけど、それを昨年の4月にやめたんです。ちょっとこのちゃんの様子を見ると合ってないんじゃないかっていうかね。その時も笑顔がすごい減っちゃって、なんかイライラしたりとか、とにかく、なんか違うんだよね。笑顔がない、明るくないというか、渋い顔が増えて、これはなんか合ってないんじゃないかなと思って、一回4月にやめたんです。結果的にはね、それやめたらちょっと穏やかになってね、その時もね、良かったんですけど、ピルをやめて良かった。この葉にとっては合ってなかったので、やめて良かったんですけど、生理が来なくなってしまって、次、これはいけないと思って、急いで病院受診をしたんです。そこで採血をしましょうということで、採血をして、ホルモン調べたら、やっぱりホルモン値が下がってると。これはやっぱり生理来ないよねっていう。でも、体が小柄だし、実はこういう子たちって不順だったりとか、来なかったりとかするのが多いですよって、よくあることですよ、みたいなお話だったんです。でも、この年齢で全く来ないっていうのは、ちょっと癌のリスクも上がってしまうと。なので、年に2回ぐらいは、やっぱり生理を起こした方がいいということで、3月に入って1週間だけなんですけど、前の寝たピルとはまた違う。ちょっと前にちょっと合わなかったので、違うタイプのピルで1週間飲んで様子を見ましょうということになりました。で、機嫌が、良いというか落ち着いている時に飲んで、やっぱり、じゃないとね、合ってるかどうか様子がわからないから、と思って、1週間飲み始めたんですけど、その途中で、ピルを飲んでる途中で、少し風邪をひいてしまい。違うよね。治ってから、もう抗生剤飲んで治ってから、治ったからピル飲もうかって飲み始めた。3月1日から飲み始めたの。私、日にちわからなくなると嫌だと思って。
あ、そうなんだ。そうそう。で、風邪がひいたのは、その、春の陽気からいきなり冬の陽気になった同じ週、5日 ?3 月4日 ?5 日それくらいの時に、風邪をひいてしまって、あーって、これ、大丈夫かなピル合う合わないわかるかなってちょっと不安になった。そうそうそう。でも急いで風邪の方は薬を出してもらって、まあこの時もね、ちょっと痰の絡みがちょっとね、ばっこかったので、まあ、早めに飲んだ方が、抗生剤飲んだ方がいいねっていうことで、まあ、抗生剤を飲んですぐ治ったんです。で、ピルも飲み終わって、その後に生理が無事来たんですけど、なんかね、やっぱりホルモンのバランスなのか、また風の影響なのか、なんかちょっとね、不安定っていうか。落ち着かなかったね。落ち着かなくって、っていうのがちょっと続いて、で、生理が終わった後ぐらいに、今度眠気と食欲がやってきたんだよね。風邪の回復期かなとか。でももう一週間前に治ってるしな。やっぱりでもホルモンの影響なのか、まあ、すごく寝るし、すごく食べるし、まあそれいいことなんですけど、でも寝起きはすごくイライラ。ちょっとイライラしてて、どうかな。まあでも、基本的にはちゃんと食事もとってくれるし、元気もあるし、咳が出るわけでもないし、で、まあ変わらず事業所にも行って、で、この間、ショートステイにも行ったんだよね。そう、ちょっと不安定だったのもあって、髪むしりが激しくなってしまって、ずっと左だけだったんですけど、今両方でやるようになっちゃって、こうやって。ね。うわーって。で、あと、すっごい切ないんですけども、自分のね、顔もこうでつねるんで、ここに傷がね、このちゃんの爪の跡のつの、こう、引っかいた跡がね、赤くなってて、傷がついてて、見てて切なくてすっごいどうにかしてあげたいんだけど、なかなかね、もうこれも毎日こうわーって抜いてて、毎日こう掃除かけてるんですけど、まあでもね、さっきの話じゃないですけど、腸活したことによって、以前のようなマックスのね、うわーっていうあれは、そこまではなくて、本当に自分で完結してるというか、自分の髪をむしって、自分の顔を叩いて、って今状態です。またね、ちょっとね、落ち着きつつはあるんだけどね。そうだよね。すごいもうよーく寝てる。すっごい、とにかくよく寝てて。そうだよね。たまに起きたり寝たりっていうのも繰り返すんですけど、とにかく夜、もうほんと12時間とか寝てるよね。寝てるね、最近はね。で、1週間、生理の後にすっごい食べてたのがピタッと止まって、今度あんまり食べなくなって、って思うぐらい、今度食べなくなって、ホルモンの影響もすごいんだなと思って。ね、話せないし、どういう表現したらいいかがわからなくて、それがもう髪むしりに出ちゃってるんでしょうけど、すごい今はホルモンの影響を受けてる感じです。このホルモンのバランスも腸活で治っていくのかな、軽くなっていくのかな。時間はすごいかかるんだろうと思うんですけど、そういうホルモンバランスについても、時間をかけながら、ちょっとずつ安定していってくれるといいなって思ってます。また落ち着いて、もんちゃんの笑顔見たいね。いや、基本的に落ち着いてるよね、今。落ち着いてきてるね。カンニングするぐらいで収まってるんだから。そうだね、カンニングする。でもこれがまた半年に1回あるんだよね。わからんけど。もう壁も蹴らなくなったし、落ち着いてきてるよ。いい方向には向かってるよね。いやー、これほんと腸活は大きい。便秘がなくなったっていうのは、かなり大きいです。どれくらい時間がかかるかわからないけど、本人もすごいやっぱり辛いだろうし、少しずつだけどいろいろ楽にしてあげたいなって思ってます。ね。でも本当こういう子たちってさ、伝えられないだけでさ、いろいろさ、なんか体の不具合とかさ、耐えてたりとかするんだろうね。
そうだね。きっと。寝れなくなっちゃうからね。まあ、早めにもらった方がいいよね。まあね、抗生剤は今後もね、やっぱり付き合っていかなきゃ必要な、多分腸活に悪いから飲ませたくなかったんだ。あ、でもね、もうね、今はね、考え方は、もうそういうのはもう仕方がないの。その後で整える。まあそうだよね、やっぱり。とにかく必要だから、風邪治した方がいいよね、まず、ね。風邪治した、あれはちょっと、やっぱりコノハちゃんにはちょっとまだ無理ね。痰が多くなっちゃうと、もうちょっとそれは厳しいね。まだ必要かな。ゼロにすることはやめた方がいいね、まだね。こう、様子を見ながら回数が減ればいいな。でも回数は減ってるからね。そうそう。現実ね、体丈夫になってきてるし、実質痰絡みだけの薬だけで治っちゃう時もあるし。こんな感じで、だいぶ、気候もね、これからね、良くなってきそうだから、暖かくなってきたから、ほのちゃんもね、徐々に落ち着いて、また笑顔がお届けできたらいいなと思っております。やっぱり笑顔が見れると、もうすごい嬉しいし、ほっとするし、幸せな気持ちになる。最近増えてきたからね、またね。はい。じゃあ、最後まで見ていただきありがとうございました。おじゃん、すごいすごい。足上がってる。腹筋強いね。さっきお腹持ち上げてたんだけどね。よいしょ。よいしょ。起き上がるの。すごいクロスしてる。どこしょ。どこいしょ。まだまだガブは抜けません。元気じゃん。見せてくれるの？まつけさんば。いろいろやりたいの。鬼は外。くわうち。ポロ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 。もめの音。何？サイドキック？何？ほんちゃん動きが面白い。ね。食べたいね。食べる。プラ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 豆の音。鬼はこっそり逃げていく。反復横で。髪の毛だ。まあ諦めろってね、お母さん。こっち向いて二人で前ならあっち向いて二人で前ならこっち向いて二人で前ならあっち向いて二人で前。こんちゃん面白い。以上、この葉ダンスでした。バイバーイ。じゃんけんぽい。いい声がね、聞こえてきたからね。歌いながら行こうか。よし、行こう。はい。鬼は外、服は内。